さて、いろいろ札が動きましたね。うん。で、何が起きたかっていうと、まず読まれた札っていうのは、なっちゃんの陣にあるシラの札うん。ですね。川瀬選手は私の陣地のシラを取りに、で、私は川瀬選手の陣であるシノを取りに行ったんですよね。で、僕が手を出した方のシラが運よく出たので、勢いよく取れました。うん。で、私が手を出したシノの札を読まれなかったんですけど、間違ってシノ触っちゃったんだよね。この間違えた札を触ってしまうことをお手つきと言い、ペナルティとして枚数調整の送りがあるんですよね。相手陣取った時と同じです。うん。で、今は私がお手つきをしちゃったので、川瀬選手から札を送られてます。で、今回の場合は、僕はそのなっちゃんの陣の札を取った枚数調整の分1枚と、お手つきの調整分の1枚で合計2枚送ることができるんですね。僕的に大チャンス。なっちゃん的には超痛手って感じですね。他のスポーツでいうファールによって試合の流れが変わるってあるじゃないですか。うん、それと同じように競技かるたもお手つきによって試合の流れが変わりやすいです。で、なっちゃんのお手つきによって流れに乗りたい僕と、その立て直したいなっちゃん。で、次の札はうから始まる札が読まれます。さあ、どうなる？はい、私が取りました。めちゃめちゃ早かったね。実は今の札は本来の名前は「うら」なんですけれど、1字目の「う」で取れる状態になってたんですよね。うから始まる札は百人一首には2枚しかなくって、そのうちのうかがすでに読まれてたよね。で、頭の回転が速い人はもう気づいちゃったかもしれないんですけど、同じ札っていうのは2回読まれないので、うらはうで取れる札に生まれ変わっていたんだよね。だからあんなに速かったんだね。こんな感じで刻々と、どこまで聞けば取れるかっていうのが変わるのも面白いポイントです。実はこの画面の左下では、このどこまで聞けばいいかのタイミングが短くなった時、文字を薄くして表現してます。例えば今枚数調整のために私が送ったのは秋かなんですけど、これは、今秋で取れる状態になってます。さて次は「ひ」から始まる札が読まれますね。この場には「ひ」から始まる札はないみたいですね。はい、何も起きませんでしたね。次は「ほ」が読まれます。百人一首の中に「ほ」から始まる札は1枚だけで1字だけで聞き取れるのでスピードに注目です。川瀬選手は素早くありましたね。カルタって全ての札を狙うわけにはいかないので、どうしても多少はスピードに速い遅いは出ちゃうんですよね。手前側にたくさん札があったので、そこを取りたいなと思ってたらうまく出たって感じですね。いや、私も手前側取りたいって思ってたんだけどね、陣の方がちょっとこの時は気になっちゃいましたね。で、次は「ち」から始まる札が読まれます。川瀬選手の陣地に千早フルで有名な千葉がありますね。千早が大好きな札です。はい、私が取りました。安定の速さだね。さっきも言った通り、僕は手前側の札に少し意識を集中したので、ちょっと遅れちゃいましたね。私はさっきの穂が、川瀬選手が速くて同じ場所を取るのはちょっと厳しいかなって思って、穂があった場所とは反対側の位置にある千葉とあと秋取れたらいいなと思っていました。はい。で、なっちゃん選手、枚数調整で花のを送りました。で、次に読まれる札は「は」から始まる札ですね。この場には今送った花の他に春ス、あと春のと、3枚「は」から始まる札がありますね。さあ何が読まれるでしょうか。2人の動きに注目です。この場にはない「花さ」っていう札が出たのかな。なっちゃんは花のがある場所に、僕は「は」が聞こえた段階で春のと春スがある方に手を出して、花って聞こえた瞬間に花のの方に向かいました。
百人一首に花から始まる札は2枚しかないので、花のは花で取れるようになります。3箇所に同じ音から始まる札が散らばってるから取るの難しいんだよね。何を取りに行くのか戦略が分かれるところです。さて、次も歯が読まれるみたいですね。取れるタイミングが花に変化したっていうのもあるし、2人の動きがどうなるか注目だね。花が出て私が取りました。お互いにさっきと同じ動き方をしましたね。そうだね。僕は春野とハルスが両方取れれば3分の2だから、その花野が取れるタイミングっていうのは短いんだけど、ちょっとハルスと花野の方に集中しちゃったな。なんか今日はカルタの神様が私の味方をしてるみたい。ちょっとギャンブル要素が僕にはスパイシーだな。枚数調整で1時で取れる無を送りました。1時ので取れる札はスピード勝負で取れる札っていうことで、それを相手に渡すということはなっちゃう選手攻めの姿勢ですからね。図星ですね。ちょっと枚数減ってきたから勝負かけようかなと思って。次は巣が出ますね。その場にはなかったですね。川瀬選手は動いてたね。そうだね。実は僕は死に反応してました。すもしも S の似た音から始まる札なので手が動いたんですね。なるほど。競技カルタは微妙な音の違いも聞いて反応するっていうその耳の良さとか聞く力も必要なスポーツになるんですね。さて次はなっちゃん陣にあるシノが読まれます。先ほど、同じ死から始まるシラが読まれていて、で百人一首には死から始まる札が他にはないので死で取れる一撃前の札に今生まれ変わっています。私が取りました。さっきは C 狙ってたんだけどね、ちょっと裏こいて正狙ってみたんだよな。とことん今日はギャンブル要素がスパイシーだな、本当に。そうだね。で次は「は」から始まる札が読まれます。お互いの陣に春のとあとハルス、今色ついてるとこですねがあります。さっきは僕がうまいこと春の方に反応してたんだけど、さあ次はどうなるでしょうか。はい、僕が取りましたね。追いつくにはそのハルスと春の両方取らないと厳しいなと思ってたので、片方を囲って反対を狙うっていう取り方をしてみました。うまくやられたな。選手はただ、読まれた札を取りに行くのではなくって読まれる確率とか、いろんなことを考えて戦略を立てています。この人は何を考えて取ってるんだろうとそう推測しながら見るのも面白いですね。次は「あ」から始まる札が読まれます。はい、何も起きませんでしたね。同じ「あ」から始まる札の秋に先に動けたんだけど出なかったな。出なかった。運がなかったかな。次は「せ」が読まれます。一時で取れる札なのでスピードに注目です。はい、私が早く取りました。僕はちょっと自陣守らなきゃなーってなっちゃって出遅れちゃいましたね。読まれる確率は枚数の多い川瀬選手の陣だもんね。そうなんだよね。これで残り1枚になったから、あと私は1枚取ったら勝ちだ。次に読まれるのはまた「あ」から始まるのですね。さっきは出なかったけど今度はどうかな。2人とも札には触りませんでしたが秋にしっかり反応してましたね。なんかまた出なかったね、あの札。そうだね。なかなか枚数が少なくなってきて早く取るの大変なのになかなか出てくれないと辛いところだよね。で次はなっちゃんの最後の1枚の持っている春のが読まれます。さっきの春で「あ」から始まる札は全部呼ばれたので、これは
は「は」で取れるようになってます。はい、私の踊りでした。それで、私の陣地の札が0枚になったので試合終了。私の勝ちになります。おめでとう。おめでとう。苦しい。いやー負けちゃったね。なかなかちょっとね。いいし。はい、いかがでしたでしょうか。いろいろお話ししましたが、競技カルタはスポーツにギャンブルのスパイスをトッピングした見てもやってもとっても面白い競技なんです。スピード感があってスポーツだなって思うし、次何が読まれるかわからないっていうこの運要素があるあたりもドキドキしますね。それに1試合の中で決まり字が変わったり札の場所が変わったりして状況がどんどん変化するし、それに合わせて枚数調整で送る札や狙う札を考えたり、とっても戦略的なスポーツなんです。このチャンネルでは競技カルタのルールを知らない人わからない人でも見て楽しめるような動画をこれからもアップしていく予定ですのでお楽しみに。今日の動画を見てこれから競技カルタを始めようだったりやってみたいなって思った人もいるかもしれません。そういった方に向けて競技カルタの始め方、始めるにあたってっていったテーマで動画をお届けする予定ですのでお楽しみにしていてください。もちろん競技カルタを今やっている方に向けた動画、例えば競技カルタが強くなるポイントだったり、そういったものを紹介する動画もこれからアップしていく予定ですので楽しみに待っていてください。今日の動画が楽しかったよという人はグッドボタンとチャンネル登録をして次の動画を楽しみにしてもらえると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。質問にしてね。はい、次回のテーマはカルタが強くなるために絶対に欠かせないこと3選。カルタが強くなりたい方向けの内容になってます。どうやらカルタの練習には2種類あるみたいですよ。部長が丁寧に解説しているのでお楽しみに。バイバイ。